健介、そろそろ出立するぞ。しばらくは別行動ね。それはこっちのセリフよ。あまり無茶するんじゃないわよ。健介、西は任せる。努力する。大丈夫よ。こいつの手綱は私が握ってるんだから。ミクに手綱を預けるぐらいならお猿さんに預けた方がマシ。ほうほう、私は猿にも劣るっていうわけ？いいわよ、その喧嘩買ってあげる。健介助けて、鬼がいる。それは分かってる。分かってるんだったら素直に受け取りなさいよ。恥ずかしいから。いや、あんたね。あんたも気をつけていきなさいよ。僕たちが到着するまで掛川城が持ってくれるかどうか、それが問題ですね。葵、掛川城にはどれほどの兵が詰めている？本田重次以下三河武士1000人が詰めており、その者たちには志士を厳命しております。1000か。心もとないな。お言葉ですが、クオン様、葵様が三河武士たちに師匠を命じになったのならば、三河武士たちは必ずや掛川城を守り抜くことでしょう。そうか。ならば三河武士たちの勇猛さを信じて掛川近辺が最前線になると予想しておこう。掛川が最前線になるなら、そこから東にある田中城を落とせば、西から駿府館に攻め寄せることができるの。武田長尾の連合軍は北より迫り、草深御門より攻め入るという手はずになっている。しかしそれ以前の問題で、駿河中にいるであろう鬼を駿府館に押し込めなければ、本当の意味で駿河を取り戻したということにはならないでしょう。葵の言う通りだ。どうすればよいか。どういうことなの？
しかし危険すぎるな。それを決定するのは我ではないな。それはマリの役目なの。駿府を取り戻したとしても、マリにはまだまだ力がなさすぎるの。駿河に散らばった鬼たちを退治し尽くすのはきっと無理なの。だから圭介の作戦実行したいの。駿河の正当な主であるマリがそう判断したのなら、我らもそれに従おう。はい。三河衆の全力をもってマリ様を援護いたしましょう。おそばに。御身のためならば。姉様、たった今駿府方面を調べさせている風魔より知らせが参りました。連合が動いたようです。そう、駿府の鬼が動いたのね。そのようです。北条はどう動きますか？動く？当家は動く必要がないと思うのだけれど、おぼろはどう思う？わざわざ家中の栗を拾う必要はないと思います。しかし連合によって駿府が落とされれば、鬼は地続きである東か海に向かって逃げるでしょう。その備えはした方が良いと考えますが。そうね。東の鬼はどう動くのかしら。駿府の動きにこうしてですか？さすがにその余裕はないでしょう。北への備えも必要でしょうし。あら、アシナと結城2つの勢力と組んでいるのに？その同盟もどこまで続くかわからない脆いものです。そんな状況で我らにちょっかいを出してくるような好戦的な人ならば、ここまで手こずらないでしょう。それにおそらく東北の独眼竜がこの時とばかりに春動する可能性が高い。東の鬼姫は北にかかりきりになると思いますよ。そうね、頭良いものね、義重ちゃんは。隣人に恵まれてないけど。それを言うなら北条も同じです。確かにね。じゃあ東の鬼は置いておいて、西から来る鬼は片っ端から買っておいてちょうだいね。承知。では妹たちと共に出陣いたします。頼りにしてるわよ、おぼろちゃん。ご本庄様、連合より使者が来ましたよ。使者？使者って誰の？夏希様、それに影勝と樋口の小娘ですけど、どうされます？そうね。夏希とはお久しぶりでしょ。すぐに謁見の準備をいたしますゆえ、しばしお待ちを。おぼろってば相変わらず娘たちには甘いわね。そんなことはありません。ないでしょ、姫の。まあ。なんだその曖昧な答えは。いや、主筋の方の言葉を否定するのも面倒っていうか、めんどくさいっていうか。まあおぼろちゃんが娘たちに甘々なのはみんなが知ってることだしね。私はやはり甘いのでしょうか。それがおぼろちゃんのいいところじゃない。というわけで、姫のは、追い返しておいて。姉様、本気なのですか？
せっかく夏希が訪ねてきているというのに。夏希がいてもいなくても一緒。だって工場なんて分かりきっているもの。鬼がそちらに向かうかもしれないから気をつけろって感じでしょ、どうせ。あ、それとできるなら連合に協力しろってことも追加で言ってくるかな。多分来るだろうな。それは今の状況ならば確かにそうかもしれませんが。死者と会っちゃえば答えなければならなくなる。でも答えなければ連合は北条を警戒するでしょ。その警戒が北条にとって千金に値する大切な時間をくれるわ。だから今は時間を稼ぎましょ。はあ。しかし時間を稼いでどうするのです？竜の犬間に神付け退治。地盤がなければ連合との交渉の選択肢が狭まるでしょ。独立勢力として確固たる力を保持しておけば連合と敵対するにしても組みするにしても便利。だからこそ北条はこの戦乱に乗じて領土を広げて後に備えておく。今更言わなくても分かってるんでしょ。それはそうですが、夏希が。夏希とは次の機会に会えばいいじゃない。寂しいです。もうおぼろってば相変わらず寂しがり屋さんなんだから、いい加減名離れしなさいよ。頑張ってみますが。というわけで姫のお願いね。それじゃあ追い返せばいいんです？そう、軽くいなして追い返しちゃって。ご本庄様の命令ならそうしますけど。姉様は今後北条をどう導くおつもりで？さあどうしようかな。別に何かを考えてるわけじゃないんだけど、今分かっていることは駿河にいる鬼が小田原の地を踏むことはない。そうでしょ、おぼろ。もちろんです。なら今はそれでいいじゃない。北条がこれ以上首を突っ込む義理はないでしょ。めんどくさいし。姉様。でも一つだけ言えることはあるの。関東を治めるのは北条だけで十分ってね。承知しました。では姫の姉様のお下知に従え。はーい。なかなか戻ってきませんの。姫のったら何をしてるんですの？まったく。まだそんなに時間が経ったわけじゃないし、もう少し待ってよ。ですが、わざわざ越後の後継者であるクー様が来てくださったですのに。大丈夫。私、まだまだ待てるよ。でもクー様、アイナはお腹が減って仕方がないのですぞ。しかし、この樋口アイナ兼次、クー様が待てというなら、満身の忠義を奮い起こし、空腹に耐えてご覧に入れますぞ。どや。まったく、うるさいですの、このドヤドヤ娘。なんですと？アイナには樋口アイナ兼次という立派で可愛い名前があるのですぞ。どや。どんぐちどやつぐ？そうそう、どんぐちどって、たーん。この越後きっての義兄人、樋口アイナ兼次に向かって、失礼千番でござるぞ。どや。二人とも落ち着いて。何やってんです？ほっぺた引っ張り合ったりして。別に何でもありませんの。それより姫の、やっと戻ってきたんですのね。ご苦労様ですの。はい、どうも。では話もついたようですし、クー様、母様のいる本丸までご案内いたしますの。よろしくね、夏希ちゃん。ちょっと待ってください、夏希様。それ、無理なんです。どうかしましたの？すっごく言いづらいんですけど、ご本庄様はお会いにならないって。
どういうことですの？どうもこうも、ご本庄様は連合の使者には会わないっておっしゃっていまして。姫野さん、夏希ちゃんがいるのに氏康さんはお会いにならないのですか？そういうことです。なるほど。どういうことですの？母様は私のことをお嫌いになったとでも？そんなのあんまりですの。いえ、決してそんなことないし、絶対あるわけないし。じゃあどうしてですの？それは姫のごときが言えるようなことじゃないですけど、とにかくご本庄様が夏希様のことを嫌いになったからとか、そんなこと絶対ありませんよ。本当ですの？本当ですし、姫の保証しちゃいますし。ならどうして母様は私に会ってくれませんの？さあ、やっぱり私のことが嫌いになったんですの？もう違いますってば。姫野さん、氏康さんは私たちに会わないと言った他に何かおっしゃっていましたか？ご本庄様は鬼が小田原の地を踏むようなことは絶対にないとおっしゃっていました。あと、これ以上首を突っ込む義理はないと。そんな。ふむ。なるほど。わかりましたぞ。何が分かっただし。てか声でかいし。関東の雄と言われていても、所詮は小田原の田舎者。鬼に恐れをなして尻尾を。すみません。使者として家臣の無礼を謝罪します。ごめんなさい。はあ、使えない部下を持つと大変ですね。なんですと？もうあなたはちょっと口をつぐんでいるですの。むぐぐ。まあ、なんと言われようと別に構わないし、連合が好き勝手に考えていればいいだけだし、北条としてそういうことだし。ってわけなんで、さっさとお帰りくださいね、使者さんたち。わかりました。では私たちはこれにて。じゃあ、良いんですの、クー様？はい、構いません。私たちは北条の皆様よりのご返答を三久お姉様、光様に伝えるだけです。ふん、まるで子供の使いね。子供ですから。クー様、これで本当に良いんですの？はい、今はこれで良いと思ってます。あとは三久お姉様たちが考えてくれます。私たちは姫野さんの言葉、態度や様子、そして小田原の町の様子を見聞し、それを伝えればいいかな。ですが、それでは使者としての役割はもう済んでると思うよ。どや？それはどういうことですぞ？姫野さんの口から氏康さんの言葉が聞けたから。いわく鬼に小田原の地を踏ませない、そして首を突っ込む義理はないって。これはつまり北条として西側に防衛線を構築して鬼を駆逐するつもりがあることと、駿府攻めには干渉しないってことの答えだと思うの。だから私たちは姫野さんの言葉をそのまま三久お姉様たちに伝えればいいかなって。なるほど、確かにそうですの。アイナは気づいていたのですぞ。どや？嘘つきはドヤドヤの始まりですの。怖い。なんですと？とにかく私たちはこのまま小田原の町に戻って小島さんと合流しよう。こ
この度の駿府攻めから上洛までの道のりは、この乱世の転換点となるかもしれない戦ですのに、お使いをして終わりだなんて、なんだかつまりませんの。戦国乱世はまだまだ続くと思うよ。今は小田原の様子を探った上で、一刻も早くミクお姉様たちに北条のことを伝えようね。そうですわね。ええ、次こそはこの北条夏樹影虎、大活躍してみせますの。その時は一緒にね。はいですの。それでは話も決まったところで、小田原に向けて出発ですぞ。どよ武藤ひふみ、お呼びにより参上いたしました。九郎、馬出しの様子は？長尾、武田の双方、当主への忠義厚く、先の戦での遺恨は全くない様子。これといって問題はありませんね。それは頂上ってところかな。皆里い。この戦が日の本の未来に通じることを十分に分かっています。ひふみ、報告を。よい。ではまず下山近辺の報告をいたしましょう。下山城近辺は山中に我が手の者を潜ませ、鬼の侵入を阻んでおりまする。また同じく手の者を駿河に放ち、情報収集に当たらせていますが、身延山を抜けたあたりから鬼の警戒も厳しく、それ以上は。あなたの手のものって確か吾妻衆よね。しかり。手だれが揃ってて嫌な奴らだと思ってたけど、それでも突破は無理なの？吾妻衆は荒事には向いていませんからね。そう。軒猿は使えないし、あいつがいないのがこんなにも響くなんてね。かの人は特殊でしょう。本人の異能もさることながら、配下の者が手だれすぎる。あの部隊と同じにされるのは甚だ迷惑というもの。ひふみはよくやってくれてる。そうね。よしないことを口にしたわ。なーに、気にしてはおりませんよ。ありがとう。さて、どうする光？健介たちは浜松から東進して駿府館に迫るという手はず。あとはどうかした？しばしお待ちを。失礼いたしました。たった今コナミから連絡が入り、主攻組の作戦概要が知らされました。浜松より東進する主攻組は掛川から田中城に向かう予定とのこと。ただし行軍の仕方が少し変則的ですね。変則的ってどういうことよ？駿河に救う鬼どもを網で絡め取り、駿府館にて一網打尽にするとのこと。まさか広範囲に部隊を展開して？あいつ私の言ったこと聞いてたのかしら？無茶するなって言ったのに、まったくもう。でも駿河の今後を考えれば合理的。私たちも健介の動きに合わせるべき。それぐらい分かってるわよ。だけど私が言ってるのはそういうことじゃなくて。言いたいことはわかる。光も同じ気持ち。でも今は信じるしかない。それはそうだけど、まあいいわ。それで東については何か言ってるの？東は北条に任せるほかはないとかのお人は言っているようですね。当然。グーたちは戻ってきてないけど、どうせ手伝う気なんかないでしょうからね、あいつら。北条は関東が大事。でも駿府も元をたどれば北条、伊勢の主筋、それを見捨てるのならもう片方の計り皿に何が乗っているのか、それが気になる。小田原の東にも鬼が出るんだっけ？人鬼、佐竹義重、
関東の英雄の一人。厄介な相手ね。ということは北条は東の鬼が気になるから、こっちにはちょっかいを出してこない可能性が高いかな。小田原の東は佐竹を中心に芦名、結城、宇都宮が連合し、東と北から北条に圧力をかけていますからね。でもその背後には伊達がいるか。佐竹も一筋縄ではいかないとは思うけど、状況がどう転ぶかわからない以上、城にこもっている方が動きやすいか。女狐らしいわ。それに北条はああ見えて家中に火種がいくつかある。今無理をする必要はないと思う。後継者の問題ね。ったく、自分の家の中も収まってないのに人んちのことに口出してくるなっていうのよ。隙を見せた方が悪い。まあそうだけどさ。とにかく駿河の鬼は東に追い払うほかない。北条ならば何とかするはず。そうね。なら東に向けて追い払いましょう。まあ時期8万もいるんだし大丈夫でしょ。よし、なら作戦は決まりね。ひふみ。武藤ひふみ、僭越ながら全軍の先導をつかまつる。駿府より出撃した鬼は田中城を拠点として掛川城に攻撃を仕掛けている模様。掛川城での戦いは一進一退の様相を呈しております。場所が場所だけに当然のことでしょう。しかし作戦の大幅な修正が必要になりそうですね。だが今は掛川城だ。持ってくれるだろうか。掛川城の攻防では渡辺水野両名がことのほか奮闘し、なんとか死守できている様子でした。しかしながら自分の目には戦線の維持が困難になってきているように見えました。ねえねえコナミ、水野って藤十郎のことです？は、水野家のご嫡子藤十郎様です。大変素晴らしいご活躍で、お一人でおよそ300ほどの鬼を撃ち散らしておりました。300ポッチです？藤十郎もまだまだなのです。あやななら600は軽いですのに。美月、こちらはいつ頃出られそうだ？ただいま部隊の再編を行っておりますれば、明朝には出立できるかと。一応我は決めているのだが。うちの若いのが騒いでおるのだ。中核は松平衆とマリを擁する健介隊に任せようと思っていたのだが、三若を筆頭とする若手たちから暴れさせろという上心があってな。少し困っておる。バカどもがご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません、殿。いや、まあ仕方のないことではあるのだが。越前討ち入り以降大きな戦がなかったからな。血の気の多い若人どもが久しぶりに大暴れがしたいと殿にわがままを言いよってな。
うむ。そんな理屈が通用するなら苦労はしとらん。説明？何の説明だ？